ここまでのサウンドピーツの総決算みたいなのが出てきちゃったな。というわけで。やっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、サウンドピーツがクラウドファンディング中の新商品、オペラ、3と5があって、それぞれ、カラーリングとドライバ構成が異なる、より手軽に購入できて、メリハリの良い音を出すのが3、より完成度を高めた、今回のフラグシップモデルが、5となっているぞ。サウンドピーツは、世代の節目に、音質や機能性を大きく改善したハイエンドモデルを登場させる印象があるんだけど、このオペラシリーズは、そんな節目になるモデルだと思う。このモデル、過去のモデルの、あともうちょっとここが伸びてほしいなを、全網羅したような存在になっているからだ。オペラシリーズは、ダイナミックドライバという種類のスピーカーと、小型、特殊なバランスドアーマチュアという種類のスピーカーを組み合わせて作られている、2種類のスピーカードライバーを組み合わせているから、ハイブリッド型と呼ばれるタイプだぞ。ハイブリッド型は、数年前までは数万円クラスの最上位機種でないと、採用事例のなかったモデルだったんだけど、ここ最近はバランスドアーマチュアBA の低価格化によって、この価格帯でも見かけられるようになってきた。最近だと、格安でハイブリッドな完全無線イヤホン、ドナードバッツ1なんかが人気だな。オペラシリーズは、サウンドピーツ製のハイブリッドイヤホンで、より上質な外装、より高音質で音楽を転送できる、通信方式、そして、より長いバッテリー、そして、過去のサウンドピーツ製品の強みを全部足して割らない、これが欲しかったんだよこれが、という代物になっているぞ。完全無線イヤホンの評価部分は、まず、無線部分の性能、そして、イヤホン本来の、音質の性能に大きく切り分けることができる。土台になる、無線部分から見ていこうか。最近のサウンドピーツは、この部分にテこ入れが入っている。初期のサウンドピーツは、AAC と SBC という Bluetooth の通信の決まりごとに対応してた。これでも十分に音質は良いんだけど、CD クラスの再生になるとしんどい。少し前までは、aptX アダプティブという規格に対応してた。これは、スマホと、バッテリーの小さい完全無線イヤホン向けの規格で、通信が途切れにくい、音質上限とのバランスも良い、と取り回しの良いものだったぞ。で、最近は LDAC と AAC、SBC に対応するモデルを発売している。末尾に HS とついた、ロゴなんかが金色に仕上がってるモデルが、LDAC 対応だ。LDAC はいわゆるハイレゾ、CD を超えた音質の音声ファイルを再生することができる。簡単に言うと、より高音質なファイルでも、圧縮せずに再生できるようになった、というわけだ。対象に、LDAC は電力消費が激しい、ハイレゾを再生している人以外は、設定で LDAC を無効にしても良いかも。ただ、ここぞという時には、しっかりとハイレゾ音源を再生できるポテンシャルがある、というのは、特にこのチャンネルを見ているような音質重視の人には有効だろう。ハイレゾを支えるために、バッテリーは強化された。連続動作時間は9時間。ただし、これは LDAC ではなく、AAC や SBC で再生した時の値。LDAC だと、だいたい体感で半分くらいにスタミナが低下するので、この点は承知した上でポチると良いぞ。ケースとの組み合わせで最大33時間まで駆動時間が伸ばせる。また、今回は専用のケース用キャリングポーチも設定されていて、保護しつつケーブルやイヤピなんかを一緒にしまっておくのに便利だ。専用キャリングポーチって、稀にしか設定されないので、オペラがいかに気合の入ったモデルであるかを示すものでもあるように思うな。本体が外の音を止める能力は平均的だ。一般的な完全無線イヤホンと同じと言っていいだろう。加えて、オペラには、アクティブノイズキャンセリング機能が備わっている。この ANC の能力は、平均的か若干控えめ。従来のサウンドピーツ製品のものに近い程度かな。電車の連続した低音ノイズなんかは削減できる。ただ、人が立てるランダムな音や、やたら通るおばちゃんのランチシャウト大会なんかはほとんど素通りした。ライバルにはこれより強烈な ANC を持つ機種も存在するけど、ハイブリッド型で、この価格帯で ANC がついてる機種としては、これくらいの設定のものが多い。代わりに、ノイズキャンセリングでよくある、サーッというホワイトノイズはほとんど感じられないので、優しい代わりに、ANC のダメなところもあんまり感じない仕様になっているぞ。連続したファンのノイズなどキャンセルするというよりは緩和する、といった性格が強い ANC 機能だった。装着感についても話しておこうか。一見大型のハイブレシーバーを持つので、装着感が悪いようなイメージがありそうなんだけど、耳の部分はしっかり従来型と同じになっていて、一度装着してしまえば違和感は少ない。左右が一瞬で判断しにくい時は、装着側を除くと、わかりやすく、赤と青の色分けされた LR 表記を確認することができるぞ。
このデザインは、サウンドピースミニプロをベースにしたものっぽいんだけど、ミニプロより背面部分が明らかに大きい。ミニプロも奥行きがあって、寝っ転がりながら使うのには不向きだったけど、オペラはより厚みがあるので、寝転がったりして使うのには向いていないな。ただ、一般的な利用の場合は、想像より安定する、高性能化に伴う大型化の影響は、本当に最小限だ。オペラは、側の出来も良い、従来の完全無線イヤホンといえば、黒か白単色の外装、おしまい、ってな具合だったんだけど、オペラをはじめとする最近のサウンドピーツは、ローズゴールドやゴールドの衣装が目立つよな。オペラもタッチセンサーと周辺部に、メッキ塗装と大きなロゴを配置されていて、その他のパーツも装飾の加えられたものになっているぞ。こういうところでも高級感が浮き上がるよな。ケースにもこのメッキ装飾は加えられていて、案外暗色のケースは、暗い室内とかで見つけにくかったりするんだけども、このワンポイントのおかげですぐに見つかったりする、地味ながら便利な違いだ。というわけで、ここまでは、側と、それから無線イヤホンとしての土台の性能の仕上がりについて話した。大型化しているものの、装着感は従来機並み、サウンドピーツの中でも最上位モデルに採用される、ハイブリッド型を採用。Bluetooth の音質は、LDAC に対応。そうそう、現在では標準となった、アプリももちろん対応してるぞ。外装部分についても、これまでの積み重ねを堅実に継承してきた感じ。サウンドピーツは、Bluetooth 4.1 くらいの時代から知ってるけど、ここまでの技術の積み重ねをしっかり引き継いできている感じが伝わるんじゃないだろうか。ただ、よりつながりを感じたのは、音質面。今回、オペラには、12mm と、密閉型の無線イヤホンとしては、特別巨大なダイナミックドライバが採用されてる。このサイズ感は、サウンドピーツエア3プロから採用され始め、最近だと、カプシュール3プロでも使用されてたな。で、このドライバー、でかくて低音の量感が非常にたっぷりと力強い音なんだけど、一方で、高音域にまでその影響がかかってしまうくらいに低音側が強烈な代物でもあった。じゃあ、BA でも入れて補強すればいいんじゃない？やったった。オペラでようやくサウンドピーツがやってくれたぞ。音質としては、この要素が非常に強烈に作用してくる。というわけで、音質について見ていこう。オペラ3と5の違いは、ドライバ構成の違い、外装の色もちょっと違うけど、識別用くらいの差だ。オペラ3は、1BA1 ダイナミックドライバの最小構成、オペラ5はよりリッチな 2BA1 ダイナミックドライバとなっている。これは単純に値段で選ぶのではなく、好みで選ぶのがいいだろう。どちらも非常に近い調整が施されている。オペラシリーズは、イコライザをいじらないと、非常に安定した音色に調整されている。中低音域あたりの厚さを活かしていて、それでいて、カプセル3プロよりも高音域側の引き締まりが良い、カプシュール3プロに求めていた音質がこれだ。正直、最初の調整では、両者の差はほとんどうまく隠し通されていて、高音側のイコライザをいじった時に、差が出てくる感じだな。サウンドピーツ公式アプリのイコライザを調整してみると、高音低音ともにしっかり追消してくることが確認できる。そりゃそうだ。強烈な 12mm ダイナミックドライバは、そうそう低音のゲインを上げても歪みが出ることがないし、その上に乗ってる BA ドライバも、12mm ダイナミックドライバの弱点である高音表現を補正するためのものだから、高音の強化どんとこいってな具合だからな。以前ハイブリッド型を触った人には、初期設定の音色だと、ちょっと元気さが足りないと思うくらいなので、ガンガンアプリのイコライザで調整してしまおう。そうすると、ハイブリッドらしさがしっかり出る。イコライザで高低音を持ち上げた状態のオペラは、濃厚な低音中音域と、ソリッドに響く高音域になる。カプセル3の高音域を持ち上げても、このように綺麗に高音域側を立たせることは難しいので、ここがオペラのオペラたるゆえんだな。3と5の違いは、この高音域側に出てくる。3はより鋭い音色に、5は全体がまとまったまま、高音域を引き上げることができる。ドライバの台数が、そのまま音の傾向に出てきてる感じだな。よりハキハキとわかりやすく元気なのが欲しい人は、3がおすすめだ。逆に、無茶なイコライザ設定にしても、より美しく全体が表現できるものが欲しいなら、5がおすすめだな。イコライザをいじっていない、おとなしくさせられてる状態でも、3と5はほんのちょっぴりこの傾向が漏れてる。あるいは、予算で選んでもいいだろう。どちらも、ハイブリッド型として優秀なのには変わらないな。最初はそれほど空間表現も広く感じないんだけど、それは、サウンドピーツが、高音に敏感な女性向けに初期チューニングを設定してるのもあると思う。ただ、一度イコライザのつまみを動かすと、おとなしいあの子が突然ジッパー下ろしてゴリラになったりする、アホみたいなサウンドもこなせるのが、オペラの良いところだ。
高音側を補強すると、一気に空間が明確になる。ただし、密閉感が高いので、それほど広くは感じない。あくまで、適正な距離感のある密室、というイメージだ。というわけで、初期のイコライザがかなりおとなしく設定されてるので、オペラは第一印象ではおとなしいんだけど、メーカー設定のイコライザに、無理やらなく力強く反応するので、強烈なサウンドが欲しい人は、公式アプリも一緒に落としとこう。逆に、メロウな感じで聞きたいなら、初期設定のまま使うのもありだな。音質面では、猫をかぶった獣、といった印象がとても強かった。というわけで、オペラは、12mm の特大ドライバに、BA ドライバの導きを加えて、一見羊のように穏やかな初期設定を持ち、でも爆発させようとすれば大爆発するイヤホンだということが分かった。じゃあ、ライバルと比べてどうなんだろう？今回は、より低価格な、ドナードバッツ1、そして、同じハイレゾ対応、ノイキャン対応のハイブリッドである、エディフィアーネオバッツプロを引っ張り出してきた。そもそもハイブリッド対応のイヤホンという時点で、ライバルがこれくらいしかいない。ドナードバッツ1は、サウンドピーツオペラ3、連続動作時間と LDAC 対応を削ったついでに価格もごっそり削ぎ落としたようなイヤホン。オペラと同様、12mm のダイナミックドライバーを持ち、BA も入ってこの値段、ノイズキャンセリングの機器は同じくらい。オペラとマラクの初期イコライザを持ってて、12mm の暴力と BA の暴力をダイレクトにぶつけてくる。オペラの初期設定に近いサウンドの、クラシックモードという初期設定も持っていて、この状態だと、かなりオペラに近いな。オペラとの差は、連続動作時間と、そして LDAC 対応の可否だ。より高音質に聞くシーンがあるなら、奮発してオペラに行くのがいいと思う。YouTube とかゲームくらいなら、ドナーでもいいかも。ただ、連続動作時間は、使っててバッテリー切れというストレス源に遭遇しないで済む、という、非常に重要な性能なので、妥協したくないなら、オペラがおすすめだな。さらに、5ではドナードバッツ1より、BA ドライバが増え、よりクラシックな曲を聴く時の再現力が上がる。やはり、より優れた音質を求めるなら、オペラシリーズをおすすめしたい。もう一台のライバルが、エディフィアーネオバッツプロ、オペラに近い価格、より先行して発売された、LDAC 対応のハイブリッド型無線イヤホンだ。面白い特徴として、LHDC という、中国のスマホメーカーが設定した LDAC のライバルのような規格に対応してる。とはいえ、国内で恩恵を受けられるケースはわずかなので、関係者以外は特に気にしなくていいだろう。ネオバッツプロは、音質ではオペラに並ぶところも多く、さらに、オペラより強烈なノイズキャンセリング能力を持ってる。それから、もう一つ個性的なのが、タッチセンサーではなく、衝撃センサーを採用してること。指が汚れててもコンコンと手の甲で叩いて再生を止められたり、ラフに使いたい時に便利だ。一方で、より耳から落ちやすかったり、儚い連続動作時間だったりと、後発のオペラに劣るところも多い。一番突っ込みたいのが、充電ケースの電池残量が、単色単比の LED しか搭載していないため、驚くほどわかりづらいところ、これで充電管理をミスって、何度出先で涙したことか。対して、オペラも1灯の充電インジケータだけど、50以下は黄色、10以下は赤、と色で示すので、こっちはケースの残量管理で失敗したことはないんだよな。というわけで、ドナーに対しては、しっかり価格分の優位を、ネオバッツプロに対しては発売時期の優位をしっかり取ってる。オペラを選択する価値は、しっかりと存在するぞ。というわけで、オペラについて、色々話してきたわけなんだけど、今までのサウンドピーツの 12mm クラスに不足していた高音域を、ハイブリッド化で補った、高音質イヤホンだ。ハイブリッド型かつ大型のダイナミックドライバーを搭載した完全無線イヤホンって本当に選択肢がないので、ここで出てきてくれたのは本当に嬉しい。特に、サウンドピーツ製の 12mm ダイナミックドライバーシリーズは、可能性を感じるものの、高音域に限界があるモデルでもあったので、ようやくハイブリッド化してくれたかサウンドピーツという思いも強いな。実際使ってると耳が慣れて問題ないんだけど、カプシュール3プロから、こっちに切り替えてから、そうそう、この高音が聞きたかった、と思わず頷くくらいに渇望してたからな。それくらい、音質的には待ち望んでたアップデートだし、こっそりバッテリーもどんどん使いやすくなっている。見た目も良いイヤホンだし、きっと満足できるはずだ。オペラは安心して買っていい機種だ。おすすめだぞ。といったところで今回はここまで。